どうも皆さんこんにちは、まみむんです。ということで今回はアレイの使い方やスポーン場所、仕様などについて紹介していきます。こちらが新たに追加されたアレイです。見た目は綺麗な水色で、背中には小さな羽が生えているのも特徴になっています。全体的に小さな妖精のようですね。昼間はこのような見た目で、暗くなるとこのようにね、テクスチャーが光っているのがわかります。光源ではありませんが、遠くから見つけやすい見た目になっています。アレイの体力はハート10個分で、プレイヤーの体力と同じです。さらに毎秒ハート1個分の自然回復をします。こちらが新たに追加されたスポーンエッグです。ではアレイがどこにいるのか、スポーン場所を見ていきましょう。まず一つ目はこちら、全焼基地です。全焼基地の檻の中にこのようにアレイが数匹囚われている可能性があります。この檻はゴーレムなどが閉じ込められている檻とは違い、天井が塞がれているのも特徴です。2つ目のアレイのスポーン場所は森の洋館になっています。森の洋館の中のこのような牢屋があるんですが、この牢屋の中に入っていくと、このようにね、数匹アレイが囚われています。必ずしもこの牢屋があるわけではありませんが、見つければ多くのアレイに出会えるかもしれません。それではアレイの誘導方法や移動方法について見ていきましょう。アレイに右クリックでアイテムを渡すと、アイテムを渡したプレイヤーをこのように追いかけるようになります。また浮遊しているので、水上もこんな感じにね、楽々と移動できます。他にもリードをこのように使うことによって引っ張って移動させる方法や、ボートに乗せることもできるので、一緒に移動することもできます。また残念ながらアレイは繁殖させることができません。なので先ほど紹介した全焼基地や森の洋館の牢屋からこのように連れ出す必要があるんですね。アイテムを渡してこのようについてくるのを待つか、リードを使って引っ張り出すのもいいですね。どちらも近くに敵モブがいるので注意が必要です。ではアレイとは一体どういったモブなのか見ていきましょう。アレイにエメラルドを持たせ、例えばここにね、落ちているエメラルドがあるとします。すると持たせたアイテムと同じアイテムを回収してプレイヤーに届けてくれます。このようにアイテムを運んでくれるモブなんですね。また一度持たせたアイテムはこのように回収することもでき、そのまま他のアイテムを持たせることもできます。さらにどんなアイテムでも持たせることができるので、回収してもらいたいアイテムをアレイに持たせておくのがいいでしょう。そして面白いことにシュルカーボックスも持たせることができます。なのでシュルカーボックスの中にアイテムを入れた状態でツルハシで回収してアレイに持たせると、アイテムが入った状態でアレイがなんとシュルカーボックスを運んでくれるんですね。これで通常より多くのアイテムを持ち運ぶことができます。またアイテムを持たせた本人はこのようにアレイに攻撃することができません。またアイテムを回収すると倒せてしまうので注意が必要です。アイテムを持たせたアレイは他のプレイヤーやモブからはダメージを受けます。そして死んでしまった場合、持っていたアイテムはこのようにドロップします。アレイのインベントリは2つで、プレイヤーがアイテムを持たせると左のフィルターアイテム用というところにアイテムが入ります。そしてアレイが集めるアイテムは右のアイテムスタック用に溜まります。例えば丸石の場合は1スタックが64個なので最大で64個まで運べます。エンダーパールの場合は最大16個まで運べます。またスタック不可能なアイテムは最大で1つまで運ぶことができます。このような仕様になっているんですね。またアレイは完全に同じアイテムのみを拾うようになっているので、このようにカラフルな色があっても渡した色と同じ羊毛の色しか持ってきません。ただこのようにエンチャントされたツールがあり、その素材と同じツールを手に持たせるとアレイは同じアイテムという判定で持ってきてくれます。アレイの近くで音符ブロックが鳴ると、アレイは持っているアイテムを30秒間その音符ブロックの場所へ届けます。その間はひたすら拾っては音符ブロックに投げ、拾っては音符ブロックに投げを繰り返します。そ
そして30秒経つとプレイヤーの元へアイテムを届け始めます。また音符ブロックが鳴り続けている場合、常にアイテムをドロップさせます。そしてお気づきの方もいるかもしれませんが、一度アイテムを落としたら拾うまで3秒間の遅延があります。この仕様を利用してこのようにアイテムを回収させる装置も作ることができます。アレイが運んでくれたアイテムが溜まっています。そしてアレイがアイテムを探索できる範囲は最大で32ブロックになっているので、かなり広範囲にわたってアイテムを回収してくれるのがわかります。ただアイテムが連なっているとエメラルドで持たせたアレイがいるんですが、このようにひたすらアイテムを回収し続けます。そしてアレイが65ブロック以上離れてしまうとプレイヤーを見失ってしまうんですね。このように放浪しているのがわかります。再度プレイヤーを見つけられる範囲に入れば、アレイは持っていたアイテムをプレイヤーに届けます。アレイがプレイヤーを見つけられる範囲にいれば、直接見えていなくてもついてくることが可能です。それではアレイに関する新しい進捗を見ていきましょう。まず一つ目は君は友達という進捗なんですが、こちらは持たせたアイテムと同じアイテムを回収させれば達成することができる進捗になっています。比較的簡単ですね。続いての進捗はバースデーソングというもので、こちらはアレイにケーキを音符ブロックに運ばせることによって達成できる進捗になっています。はい。ケーキを作るのがね、少し大変ですが、できてしまえば簡単に達成できる進捗なのではないでしょうか。それではアレイの気になることを検証していきましょう。まずはアレイはモブに襲われるのか。はい、このようにね、通常のモブには襲われませんが、敵味方関係なく攻撃するモブには倒されてしまいます。なのでウィザーからもこのように攻撃を受けてしまいます。ただね、アレイも自然回復がついているのでなかなかしぶといです。アレイに名前は付けられるのか。はい、このように名付けることができました。アイテムを持たせたアレイはどのくらいの速さについてこられるのか検証したんですが、アレイはワープすることなくプレイヤーを見失います。不死のトーテムは発動するのか。はい、このように発動してアレイは生き残ります。アレイとても可愛い便利なモブですよね。全焼騎士で見つけた時などは救出してあげてください。そして動画の内容を気に入っていただければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。